皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。動画開始早々から衝撃映像です。実は植え替えしたい多肉があり、多肉棚の下から土を出し植え替えしようと思った矢先、多肉の上にその取り出した土をばらまいてしまいました。以前家の中で植え替えをしている時にもよくこうして土をひっくり返したりしていましたが、今回はよりにもよって多肉の上に直撃でした。とりあえずロゼットの上に乗った土を一つずつ払い落としていきます。この日も暑く、植え替えして早々に部屋に戻ろうと思っていたので、まさかこんなことになるとは思ってもみませんでした。よりによってこんな暑い日に後片付けが大変です。しかも鹿沼土の細粒をこぼしてしまっているため、多肉の葉と葉の間にも土がたくさん入ってしまっています。このポットもこんもりと鹿沼土をかぶっているため、土を振り落としてやっと何の多肉かが分かりました。せっかく多肉棚からこの場所へ移動させてきたレッドベリーも下葉をたくさん落としてしまっています。この落ちた下葉は葉ざしで復活してくれるかもしれないので、一応拾っておきます。そしてこのポットの多肉はすでにカリカリに枯れていました。このカリカリに枯れていた多肉はスカイキャッスルでした。このスカイキャッスルのポットにもたくさんのレッドベリーの葉が落ちていました。レッドベリーをこの場所に移動させた結果がこれとはちょっと複雑です。こうしてよく見ると、たくさんのレッドベリーの葉が鹿沼土に混ざって落ちていました。そして先ほどカリカリに枯れていたスカイキャッスルですが、このスカイキャッスルは枯れずにまだ無事でいてよかったです。このカバディもギリギリのところで土がかかってしまっていました。あとはこのこぼした土をどうするかです。トレイの縁に乗った土を払っていると、ここにもレッドベリーの葉が落ちていました。ロング鉢の寄せ植えの多肉の上にも土がかぶってしまっていました。とりあえずすくえる土だけすくって、あとはトレイごときれいに洗い流そうと思います。にしても年を取ると体の反応も鈍くなり、あっと思った時には時すでに遅し、多肉の上に土をばらまいてしまっていました。もう少し若ければキャッチできたかもしれないんですけどね。残念です。黒トレイに残った多肉はとりあえず一旦別のカゴに入れて、こぼした土を掃除していこうと思います。黙々と作業をしていますが、この暑さですでに汗だくです。今年は一度軽い熱中症になっているため、合間合間でエアコンの効いた部屋の中で水分補給をしています。今年いただいたシソジュースがあまりにも美味しくて、1本あっという間に飲んでしまったため、自分でもシソジュースを作って飲んでいるんですが、
これが熱中症対策にいいみたいなんですよね。ちなみに今年は青じそと赤じその苗をいただき、借りている畑で育てているんですが、青じそはよく育ってたくさん収穫できていますが、赤じその方はというと、これが全然成長してくれないんですよね。何がいけなかったのか。残念ながら今年の赤じその収穫はできないかな。青じそとバジルはこれでもかっていうぐらいたくさん収穫できているんですけどね。そして今年は憧れだった大根作りにも挑戦する予定です。できた大根でたくあんを作るのを楽しみにしているところなんです。とは言いつつも、赤じそのようにうまく育ってくれなかったらどうしようとハラハラドキドキしているのが本音かな。ということで、皆さんも外で作業するときはしっかり水分補給して熱中症対策してくださいね。そしてこのみそらほことキイソウギクは枯れ葉が多くついていたため取り除いておきました。最後に黒トレイを見てみると、意外とたくさんの多肉の葉が落ちていました。これはすべて拾ってポイポイトレイの中にポイッと投げ入れておこうと思います。そういえば黒トレイの一番下に不織布を1枚敷いて土が下にこぼれないようにしていましたが、この不織布のおかげで下にはそれほど土が落ちていませんでした。それでも枯れ葉やゴミがたくさんあったので、きれいに掃除してすっきりしました。はい、そして土をかぶってしまったこの多肉たちですが、とりあえずこの土を一旦シャワーで洗い流しておきます。少し水をやりすぎかなと思ったんですが、これぐらいの水圧でも葉と葉の間に挟まった鹿沼土が飛んでくれません。この多肉たちはすでに土まで濡れてしまっているため、日向に置いておくのはとても危険です。とりあえず元のトレイに戻し、トレイの場所が日陰になっているようならその場に戻して様子を見ます。西日が少し当たっていたため、このトレイと場所を入れ替えしました。そして今回何を植え替えしようと思っていたかというと、ベランダで成長点がなくなってしまっていたこのストロベリーアイスです。葉がだんだん黄色くなり怪しい感じになっていたので、小株をカットして植え替えようとしていたんですが、土を落として片付けをしている間にこの小株の茎を折ってしまっていました。何をやってもダメな時はダメなんですよね。そして黄色くなった枯れ葉を取り、小株は土に刺して無事に株分けが完了しました。このレッドベリーは水に濡らすと蒸れてしまうのが怖いので、このまましばらく様子を見て、それから元あった場所に移動させたいと思います。はい、ということで今日はこのストロベリーアイスを株分けしようと思ったら大惨事になってしまったという動画でした。
いかがだったでしょうか。今外に出て庭の気温を見てみると39度もありました。ちょうど西日が当たっていて一番暑い時間帯です。多肉たちもこの暑さにもう少し耐えて頑張ってほしいですね。この動画が良かったなって思っていただけたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。